こんにちは、スーパーペンギンの竹村です。今はですね、ビューティーワールドジャパン東京の方ですねに会場に来ております。で、うちの、デザインしたブースを今日ご紹介しようと思っているんですが、こちらです。こちらはですね、アクシージャさんという会社ですね。はい。で、サイズ的には10コマというサイズになります。でこのアクシージャさんはですね、すごく当社としては思い入れの強い会社さんで、2013年、今から8年前に初めて担当者の方が当社にお越しいただいて、でうちにしたいっていうおっしゃって仕事が始まったんですね。で2013年の展示会の時にほぼ同じ場所に2コマっていうサイズで出られたんですけど、それから売り上げはどんどん上がっていって、でブースのサイズもどんどん大きくなって、で今会社の多分人数3倍ぐらい人数増えてると思うんですけど、で今年の2月にはもう上場もされたというような発展のしっぷりです。で今回もこのサイズ感でもういよいよ出られるようになったっていうところなんですね。見てください、こんな感じでお客さん非常にたくさん集まってるんですけども、じゃあどのようにこういうふうにブースをデザインしたかってちょっと考えましょう。お伝えしますね。このビューティーワールドの特徴っていうのは買うところが多いんですよ。買うブースが多いんですけど、非常にたくさん買っていく。ただその中で今ここにいるこのプラチナエリアっていうのはどちらかといえば商談のメインの場所なんですね。で商談のエリアっていうのはちょっとお客さんがやっぱり集まりにくい、買うものに比べたらっていうところがあるので、いかにお客さんを集めるかっていうところがポイントです。でこのアクシーさんの場合はこちらに書いてる10秒で肌測定って言ってるこれ、この10秒で肌測定っていうのが遠目から見た時のキャッチになるんですね。10秒で測定できるんだというように感じてもらって近づいてきて、その体験が一番手前に今手前にあると思うんですよ。この一番手前に滞留時間が伸びる体験を手前に持ってくることで、ブースが常に賑わっている状態にするっていうのが今回のポイントです。今実際にこんな感じで人がいるのでちょっと入りやすくなるんですよね。誰もいないブースだとお客さんって入りにくくなっちゃうので、人が賑わっているのをブースの正面のあたりに持ってくると、非常にブースってお客さんが入ってきやすくなるんですね。なのでうちではよくやっている手法です。はい。であとこれぐらいの大きいサイズ感になってくると、ブースをどっちに向けてっていうのかな、展示台をどっちの方向に向けてやるかっていうのが非常に難しいことになってくるんですけど、人数が少なくなることが可能性としてある場合にはうちに向けちゃうんですね。要はお客さんが先ほどの話で集中する範囲を限定することで賑わっているように見せる。で今回も外側に向けるんじゃなくて内側に向けることによって人が集中しているように見せるっていうような工夫をしてます。でこうすると何がいいかというと、照明を上につけるんですけど、壁を反射して照明をやることができるので、ブース内がすごく明るくなるんですね。でこんなイメージです。でパッとこの、ブースを見たときに一番多分初め目につく気になるこの上のタペストリー、これオーガンジーなんですよ。望遠の取れてるオーガンジーなんですけど、手前ひらひらしてますよね。これちなみにどうしてるかというと、手前の左右にサーキュレーターつけてます。これはサーキュレーターつけてる意味は、コロナ対策っていうこともあります。よくいろんなブースがアクリルの、やっていると思うんですけど、会場で多分見ると分かるんですけど、実際に初日はアクリルがあったんだけど2日目にはもうなくなっているっていうことがたくさんあります。なぜかというと、アクリルやっちゃうと声聞こえないんですね。会場でマスクしてアクリルがあると、なので結局外しちゃってコロナ対策の全く意味がない、つまり商談の効率が落ちるということなんですけど、当社はもう初めからそれが分かってて、それよりもこの広い会場内なので空気を循環させて換気した方がいいだろうということでサーキュレーターを使うようにしてます。で同時に手前のタペストリーを揺らすことでキャッチにもなるというような意味合いを持たせています。はい、でそのタペストリーざーっと奥まで同じ柄がいってるんですけど、これはちゃんと単なるデザインじゃないんですね。例えばなんていうかな、高さを持たせたブースの特徴っていうのはどういうふうになるかというと、高さがあると目線に実は困るんですよ。
上を見たり下見たりどこを見たらいいんだろうってことで迷子になるって言い方をするんですけど、迷うんですね。でそういう時に上を少しデザイン的に抑えてあげるって言い方をします。上をちょっと空間的に抑えてあげることで視線を展示台に向けるんですね。これ非常に有効な手段なんですね。そして上の方は遠目からのキャッチ、看板に利用する。つまり頭より上の空間は遠目からのキャッチ、そこから下は下にフォーカスさせる。そのためにこのアクシジアっていうこのタペストリーをざーっと流れてるのはそういう機能的な意図があります。このタペストリーによって多分皆さん大体歩いてる人は何だろうあれはってなるので、それも意味でのキャッチという意味ももちろんありますね。当社はすごくシンプルだって言われるんですよね。でちょっと一つお話ししておくと、よくこのシンプルで真四角な形で R とか曲線とかそういうの斜め線とか入れずに大丈夫なんですかって心配されるお客さんって結構いらっしゃるんですよ。でそこをすると人を集めるときにどう集めるかっていう時のお話なんですけど、派手だからお客さん来るってわけでもないと思うんですね。もちろん目立ちます。でもそれで来たところで派手だから来るんですよね。でもそうじゃなくて、やはりこんな感じで10秒で肌測定とかシンプルでも真っ白な壁面がたくさんあったとしても10秒で肌測定できるんですよって何があるのかっていうのを分かりやすくする、これが見込み客を来てもらうためのポイントなんですね。これは単純に多分人数がわーたくさんいてそれで無理やり捕まえましょうっていったところで見込み客じゃない人が集まっちゃう。でもちゃんとキャッチをやることでお客さんは来てほしいお客さんに来てもらえるっていうところがあるので、あの辺がポイントです。はい、なのでシンプルだとしてもそのキャッチをちゃんとやることでお客さんっていうのが来るっていうのをちょっと覚えておいてもらったらなと思います。